長崎なんですけれども、よく他の県の人たちからは長崎は坂と墓とバカが多いっていう風にからかわれたりするんですけれども、そんなことないですよ。第3番目はもう大間違いです。長崎はとっても親切な人たちが多くて、私は大好きです。ちょっと長崎の坂道を体験してみたいと思いますね。ここもう静かな住宅街なんですけれども、こういう風にこっちにもこっちにも坂道があるんですね。ちょっとだけ登ってみましょうね。すごい、こういう風にもう歩いてしか来れないところが多いので、配達の人たちはもう長崎の人々にとってはヒーローなんですね。英雄といった感じです。きついです。で、自分がもうちょっと登っただけでももう息が切れるような感じですから、お年寄りの方とか妊婦の方たちはもう大変なわけです。そういう皆様のために作られた設備がありますので、見ていきたいと思います。これが多分長崎独特ではないでしょうか。この装置なんですけれども、先に登録をしておいてカードを持ってないと使えないみたいです。ですからこれはもう本当にお年寄りや妊婦の方のための設備ということで、一般の人はあんまり使わないという話を聞いたことがあります。これに似たものが他に2カ所長崎に存在するというのを聞いたことがありますけれども、今日はここの天神くんと呼ばれるこの装置を訪れてみました。次は眼鏡橋に行ってみましょう。ちょっと走ります。はい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 。常盤橋に来ました。この辺中島川ですね。で、昔からの古い石橋がいくつもいくつもあることで有名なところです。わあ、なんか修学旅行の皆さんでしょうか。結構来てらっしゃいます。この袋橋から見るのが綺麗です。眼鏡橋はこの1個下流の橋から見るのがいいんですよね。ちょっとご覧いただきたいと思います。こんな感じです。風があるとメガネにならないこともありますが、そんな時はしばらく待ってみてください。眼鏡橋周辺は橋以外にもありますので、ちょっといろいろ見たいと思います。こちらの像も私の叔父が作ったもので、優しかった叔父の性格がにじみ出ているような作品で大好きです。今からハートの岩を見つけに行きましょう。あ、ハートですよね。あの辺にあります。うん。あの辺に、はい。あの辺ってわかると思います、多分。
カードの岩を皆さん探してます。まだだと思います。子供たちがいるところじゃないかな。ありました？あ、本当だ。ありましたね。絵が英語の愛の文字ですよね。あ、本当だ。愛、愛ラブ、ラブ。ありがとうございます。こちら斜め上、ここに愛ですね。こちらが love です。すごいですね。何気に鯉が泳いでますよ。すごいな、これ。この中通り商店街は中島川から一本入った通りなんですけれども、昭和の雰囲気がなんか残っててとってもいい感じです。昭和生まれの人にとってはいい感じかもしれない。ちょっとね、平成とか生まれた方にとってはちょっと古いかなって感じもしますけど、でもなんかレトロな感じがいいですね。中通り商店街は1625年から続く商店街で、2025年にはなんと400周年を迎える長崎で一番古い商店街です。これをまっすぐ行きますと観光通り、そして有名な浜の町アーケードへと続きます。この浜の町でブラブラすることを地元の人たちは浜ブラと呼んでいます。次は長崎の中華街に行ってみましょう。サンフランシスコにも有名な中華街がありますから、あんまり珍しくないし、規模は随分ちっちゃいんですけれども、それでもやっぱり距離的に一番中国に近い中華街ということですね。見てみたいと思います。これが有名なチャイニーズゲートですね。チャイナタウンに着きました。だんだん疲れてきました。きつい。はい、じゃあ中華街行ってみたいと思います。入ります。すごい人です。あ、よりよりとか売ってありますね。カステラ当たり前か。よりよりはね、結構硬いんですよ。ただ今だったら歯が折れるかもしれない。なんか中華街でカステラ売ってるのが目立ちますね。なんかちゃんぽんも食べたいんですけども、お昼の時間とっくに過ぎてしまって、あ、来た来た、よりより。よりよりね。よりソフトもあるよ。え？マラカラもあるよ。そうですか。ソフトよりよりもあるということですよ。歯を痛めなくて済むかもしれない。小籠包700。ああ、角煮まんですね。あ、いい香りがしてきた。あ、すごいすごい。あ、高山道、あっちちゃんぽん食べました、前回。揚げかまぼこね。廉価は長崎中華街のジブリストアです。
次は鎖国時代に唯一貿易が許された出島に行ってみましょう。さあこの橋を渡って出島に到着になります。出島520円です。出島は218年間日本でたった一つの西洋に開かれた窓として日本の近代化に大きな役割を果たしました。その昔の出島を再現したミニ出島はとてもよくできていてびっくりしました。復元ゾーン行ってみましょう。復元ゾーンでは現在16棟の建物が復元完了されていてまだまだ増えていく予定です。16番蔵、3番蔵、キャピタンベアですね。これキャピタン。それでは召喚長のお部屋に入ってみましょう。15畳のお部屋。カピタン部屋はオランダ商館長の住居兼倉庫でお客様をおもてなしする場所としても使われていました。こちらは豪華でございます。すごいね。ちょっとワインが美味しそう。こちらはすごいですね。うわ、でかい。木と畳のね、すっごいいい香りがします。一番船船長のお部屋だそうです。すごい綺麗。長崎に宿泊される方は稲佐山からの夜景もお忘れなく。次回は世界平和を訴える長崎の浦上地区からです。今回もご覧いただきありがとうございました。それではまた次回まで。See you next time.